まず、ニューシングル発売ということで、今回白神山地に込めた思いいかがでしょうか。そうですね、私永山陽子というと津軽三味線の立ち弾きのイメージというのが強いってよく言われるので、シングル曲としては結構間が空いてたんですね。6年ぶりの立ち弾きスタイルで歌いますので、これが永山陽子の立ち弾きスタイルだっていうのをもう一度見てもらいたいなと思います。軽快な明るい曲調というのは津軽三味線でも非常に珍しいので、三味線の押さえるツボとかも普段全然使わないところを使ったりするので、聴いていただいている以上に覚えるのがすごく難しかったです。じゃあ結構練習は結構苦労された。練習そうですね。コンサートで地方行った時とかに先ほどの家元と一緒にカラオケボックスを予約して三味線持って一緒にお稽古も何回もしたんですけど、でもそのおかげでだいぶ入ったかなっていう感じです。ありがとうございます。家元ありがとうごしちなみに今回の曲は世界に発信するっていう面もあるっていうふうにお聞きしたんですけども、そちらの思いはいかがですか。そうですね、SNS でやっぱりこの私の着物で津軽三味線の立ち弾きスタイルでやっている反響が特に香港とか台湾とか中国アジア圏の外国人の方たちからのコメントがものすごく多いって聞いていて、でこれはなんかやっぱりせっかく日本の美しい和の世界も含めて海を越えてね、少しでも世界の人たちに見てもらいたいなっていう思いを込めてます。ちなみに海外でどこかここでライブをやりたいみたいなのありますか。そうですね、もういろんなとこ行きたいんですけれども、何十年か前に1回ニューヨークのカーネギーホールでやらせてもらった時のあれを忘れられないので、もう一回ニューヨークに行ってやりたいです。その時は家元も連れて行って。もちろんです今回ハードロックカフェで演奏した気分というのはいかがでしょうか。もうむちゃくちゃ気持ちよかったです。全く想像してなかったんですよね。スタッフさんにこの発売イベントをハードロックカフェでやりましょうかって。で今回久しぶりの立ち弾きで、津軽三味線って立ち弾きされる方って本当にプロのね津軽三味線奏者の方は別で少ないので、津軽三味線立ち弾き用のストラップとかも売ってないんですよ。だから私が使ってるのはギター用のストラップを使っていたりとか、あとその先ほどお話ししたカーネギーホールでやった時に外国人のお客様がジミー・ヘンドリックスみたいだとかこの楽器はロックだねって言ってくれたのがなんかずっと印象に残っていて、でハードロックカフェでって聞いた時になんか絶対やりたいやりたいってもうすぐ OK しちゃいました。年齢を重ねて、永山さん自体の三味線の弾き方というか、変わったところみたいなのあるんですか。そうですね、やっぱり見た目以上に体力を使うんですよね、津軽三味線って。で5キロ近くの重さを背負って弾いているので、特に女性ではなかなか力もね使うんですけれども、でも指はもう慣れてきちゃってもう豆なんかできなくなってきてはいるんですけれども、足腰ですね。やっぱり足腰にいかに踏ん張れる力、体力を維持していくかっていうところに年齢を感じたりするんですけれども、その辺はやっぱりずっとステージの経験も踏まえて見た目とあと立ち姿をどうしたら綺麗に見えるのかっていうのと、体になるべく負担をかけないようなのは日々私なりにですけれども、考えて勉強してます。40周年芸能生活40周年ということで、最初アイドルからスタートされたと思うんですけど、そのアイドルやりたかったわけじゃない人がアイドルをやることになった時の心境とか苦労っていうのは。もう心境も苦労も考えてる時間がないほど急だったので、
ずっと演歌でデビューする準備も整って、デビュー曲までも出来上がって仮のレコーディングまで終わってたんですけれども、まだちょっと陽子まだ高校1年生2年生の頃だったので、演歌はもうちょっと大人になってから歌えばいいからって言って、もう考える隙もなく、もうすぐアイドルのレコーディング、曲が決まってレコーディングして、ジャケットの写真を撮影して、もうあとキャンペーンでっていう流れで、なんか考えてる暇がなかったですね。時間がなかったですね。思ったより楽しかったところとかあります？いやー、辛かったですね。はい。うちは長山家は民謡と演歌しか流れてない家だったので、当時実家から通っていて、で私がアイドルデビューしても民謡を私にこう教室に連れてってくれたのは父なんですけれども、父はもうアイドルの歌はみんな一緒に聞こえるから、なんでアイドル歌手でデビューしたんだっていつもなんか帰るたびに当時家で言われてましたけれども、まあ勉強する期間もほぼほぼなかったので、皆さん同期の子たちはアイドルの準備がもうきちんと整った状態からデビューされてるんですけど、私は昨日まで演歌を歌ってたみたいな拳を回してたのに、突然アイドル歌手にはちょっとなかなか難しかったですね。以前にラジオですかね、ラジオでお嬢様が、結構前に出るタイプなんで、はい、芸能界に向いてるんじゃないかみたいなお話をされてたのがちょっと前にあったんですけど、永山さんのお嬢さんだったらおきれいに育ってるかなと思うんですが、現在その兆しというか。兆し全くございません全くないですね。まだ興味はなさそうですか？ないですね。はい。